はい、どうもリクロです。ここにダイスのヒンジをねつけてたんですけど、5ヶ月ぐらい前ですかねつけてたんですが、春になったらですねちょっと状況が変わりまして、春前からなんですけど、厳密に言うと決定的な問題がですねちょっと春に起きまして、そのね経緯をちょっとお伝えしようと思ってカメラを回してるんですけど、はい、今後ね例えばダイスのヒンジを買われる予定の方の参考になればなということでね、やや刺激的なタイトルではあったと思うんですが、失敗は失敗なんですよね。はい、非常に反省する点が多かったカスタムですね。はい。僕の場合この無塗装のものを買って塗装したんですよね。これ去年の年末ぐらいに処理をしたんですよ。だいたいマイナスね、当時10度までいかないけどマイナス7度とか、それぐらいの環境でやったんですよね。塗装も含めてね。で設置は全然問題ないんですが、一冬越したらですね剥げちゃったんですよね。塗装が剥げたんですよ。結論を言うとダイスのヒンジすごくいいんですよ。デザイン的にもかっこいいんですけど、もし買われる場合はですね塗装済みのものを買われた方がよろしいかと思います。でもう一点ね、これ僕問題点がこれ下の方ね、ちょっと分かりますかね、音がするの開けますよ。もう一回。つまりこのねちょっとここ出っ張ってるところ、もっこりしてるところがですね当たってんですよ、ボディに。こっちにも当たってる。最初こっちに当たってんのかなと思ったんですけど、でも若干当たってますよね。要するに寄せすぎたんですよ。なのでこれもうちょっとこっち側につけないとダメってことで、しっかりと僕は合わせてつけちゃったんですよね。なので5ミリぐらいもうちょっと後ろにつけるのがベストなんじゃないかなと思います。で今気づいたんですけど悲劇、上も当たってる。わかります？今上なんですけど、これもう傷ついてるでしょ。音はしないんですけど、もう白くなってるんで、ボディが結構きっちり僕は合わせちゃったんで、もう5ミリぐらい後ろに持ってくる感じでね。5ミリは極端か。2、3ミリですよね。もう1ミリ2ミリの勝負なんで、この辺は車のドア開けるたびにねガタガタ音がしてすごく嫌な気持ちになるので、これで一回ちょっともう処理したいなと思います。下もね運転席側ほどではないんですが割と当たってるのと、あとはちゃんとやっぱこの部分が剥げてますよね。こことかね。両面テープを買ってちゃんと塗装したらいいかな。再塗装もめんどくさいんだけど。はい、じゃあ中見てみましょうかね。マニュアル両面テープ、これが本体ですね。ちゃんとドアヒンジ助手席側下とか印字されてるので、はい、いいですね、分かりやすくてね。はい、一応未塗装の状態なんですけど、材質は何なんだろうな。やっぱちょっと樹脂っぽい感じの材質ですね。思ったよりもすごく大きくて、よくできてる印象ですね。質感はすごくいいです。はい、もうこのまんまでもいいんじゃないかなって。でちゃんと裏側に R って書いてあるんですよね。これね見えるかな。両方ともねここに R って。はい、じゃあこれで塗装してつけるわけですけど、こういうのは夏場にやりたいですよね。そんな難しくはないですね。はい、どうでしょうか。黒もいいよね。迷うな。いやでも僕は塗ります。はい、ではこれでまずはしっかりと脱脂したいと思います。この脱脂が大事なんですよ、何事も。めんどくさいんですけどね。これまめにやるやらないでは大きく変わってくるんでね、後々下地を塗りたいと思いますけど、一応今冬場なんでね、雪が若干積もってるぐらい寒いんで、しっかり温めた上で。残り少ないんだよねやばいよね。ちょうどなくなるぐらいかな。よかった。ヒンジの塗装は割と雑な感じでもいいのかななんて思って、あえて、はい、下地を一晩乾燥させて、で今回はこれね、このジムニーの僕のミディアムグレーのカラーのタイプですね。これ割と高いんですけど、仕上げに同じくホルツのクリアペイントですね。
これで仕上げようかなとは思ってるんですが、クリアとはいえ結構ね光の加減で見え方とか色味がね違って見えたりもするんで、はい、そこはちょっとまずねこれを塗った状態を見ながら判断しようかなと思ってます。でやっぱり外装なんで、なるべくこう時間をかけて、何度かね塗り重ねしていこうかななんて思ってます。はい、で今日風強いんだよね。はい、1回目はこんなもんでしょう。はい、これで乾燥させます。この辺ね、この奥というかここに吹きつけるイメージで、はい、いいんじゃないでしょうか。1回目とりあえずこんなところで、しかもねこのスプレーはね意外と量も少ないんですよ。これ満タンに入ってるわけじゃないんでね貴重です。はい、これぐらいかな。ピーカーなんであれですけど、1回目でもだいぶ結構濡れてますよね。1時間後ぐらいに2回目やろうかなと思ってます。はい、その間巻き終わります。今日は巻き割り日なんで。はい、2回目こんなもんでしょう。3回やっちゃおうか。はい、じゃあラストステージいきます。ほぼほぼムラがないので仕上げるって感じですね。結構使いましたね。これもともと少ないんですけど、もう半分ぐらいないイメージですね。これ乾いたらクリアペイントしたいと思います。とりあえず乾燥したのでちょっと比べてみたいと思うんですけど、色味としてはそんなに、ね、全然違和感ないかなとは思うんですけど、この感じだとやっぱりこうクリアペイントした方がいいのかなという感じで、やっぱマットなんでね、でボディ自体はやっぱこう光沢があるので、どうだろう、映像だと艶があるように見えると思うんですけど、実際はねちょっとマットなんですよね。ちょっと温めて塗装します。こんな感じでしょう。はい、まずは脱脂したいと思います。この辺とこのプレスラインのあたり脱脂したいと思います。大体ここから4センチぐらいなんで、ここをつけてここをつける感じですね。でこんな感じで両面テープで。その前に大事なことがあった。これね、いやーほんと寒冷地はね大変いろいろとめんどくさいっていう。一応ねこれ貼るところも脱脂して、はい、両面テープを貼ります。ぴったり合わせる感じでいいよね。どうだ。ちょっとね塗装剥げちゃったんだよね干渉することはないですね。よし、こういうとこ強く押さないようにって書いてありましたね。はい、いいねいいね。こんな感じでしょう。なんかでもやっぱこっちから貼った方が貼りやすいね。
いやー暗くなってきたんだよね。まだ4時だよ。はい、っていう流れでねつけたわけです。まあ僕なりに徹底して塗装もしてしっかりとつけたつもりではあったんですが、はい、やらかしてしまいました。いいんですよ、やり直しが効いたんで。ただそのやり直すのがめちゃくちゃ大変だったんですね。外した後なんですよね、問題はね。テープが残るでしょ、本体にも車にもね。それを剥がす作業がめちゃくちゃ大変だったのと、錆びなければいいので、いいんじゃない。余計なとこまで塗っちゃってるけどね。ついでにこう塗っちゃえ。いけんじゃないのこれ。ちょっとここもそうなんだけど結局なんかすげえムラが出たんだけど、綺麗にしたんですよ、裏側をね。でその過程でいろいろガチャガチャやってたらなんかさらに悪化してきてね、ちょっとこれねこするとね、ほら剥げちゃうでしょ、簡単に。もう僕の塗装ミスですね。あまりにも寒い時期にやりすぎたからなのか、ちょっと分かんないんですけど、ちょっと面倒くさいんですけど、これもう一回全部取っちゃいます。また再塗装しようかなと思ってるんですよね。削って、はい、塗装したいと思います。ちょっとこれ全部いけるかな、ちょっと分かんないんですけどね、このスプレーね。もう一本買うぐらいのちょっと覚悟で、高くつきましたね。あとは、再塗装でしょ。で再塗装する前にヤスリをかけたりとかして全部塗装を落とす作業、それがもうめちゃくちゃ大変ですね。割とこうちっちゃなパーツなんですけど、やる箇所は結構8箇所でしょ。パーツが8個あるんで、大変でしたね。その後塗装ですよね。で塗装もめちゃくちゃ時間かかるんですよ。下地塗って乾かして色塗って乾かしてで、コーティングして乾かしてみたいな感じで、3段階あるわけですけど、全てに時間がかかるんですよね、手間とね。天候にも左右されるし、トータルで言ったらねどれぐらいかかるんだろうな、結構な日数労力をかけるわけですよね。そういう意味においてはもう最初からね、下処理は終わったのでこれから再取り付けに移りたいと思います。はい、塗装してから2日間、はい、室内で乾燥させました。どうでしょうかね。爪でやったら剥がれたんですけど、一応ここをやる感じでは問題ないかなという感じですね。大丈夫でしょう。これ裏側ね脱脂して両面テープを貼ろうかなと。前使ってた余りがねあったんで、これだけあれば多分足りると思います。はい、なんとか取り付け完了しました。で今回はですね、この穴ありますよね。それぞれ穴というかこの溝からそれぞれ 2,3 ミリずつこう離してつけたような感じになります。はい、この辺ね位置的にちょっと気になるかなっていうところもあるんですけど、もうねこの段階では僕はもう全く気にしません。もうね塗装が剥がれてなければいいかなという感じで、こういう細かいところはもうどうでもよくなりました。はい、で塗装の方もですね若干こうムラがあるというか艶っぽいところとマットのところとだいぶムラがあるんですが、もう全く気にならないですね。これも一つの味かなということでね、自分なりの解釈の仕方を変えるだけでねいろいろと変わるんだなと改めて思いました。で今回のカスタムの教訓ですね。1つ目ね、塗装は寒い時期にやるな。2つ目、カスタムは寒い時期にやるな。で3つ目ね、ダイスのヒンジ自分色に染めたくない方は塗装済みを買ってください。リコロフでした。ではまた。